人が集まるまで、はい。クルーグマンのあれは騙せないですかね。クルーグマンですか？短い、アベノミクス評価でも、向こうの方でもどっちでもいいんで、はい。ちょっと待ってください。いらっしゃいませ。The broad outline looks right. The idea that Japan should have a short-term fiscal stimulus. よいしょ。画面共有。ごめんなさい。教えて偉い人。ちょっとごめんなさいね。To get the economy moving, coupled with a change い in らっしゃいま monetary せ。 policy designed to いらっしゃいませ。 accommodate that fiscal stimulus, translated into a higher rate of inflation, to a positive inflation of a couple of percent at least a year, and thereby sustain the effect. いらっしゃいませ。 That's pretty much what the doctor ordered, I guess I would say. I think the main thing is 発信されたメッセージだ。何よりも重要です。日銀はこれまで何度も景気が上向きかけたところで金融緩和の姿勢をやめましたが、市場は今度こそ途中でやめないというメッセージとして受け取りました。日銀が将来日本の景気が上向き始めた時、緩和姿勢を維持して景気を後押しするだろうという見通しこそ大事なのです。一方、財政支出についてはでもこれはマスコミが流してこれマスコミ情報です。日本の債務残高はあまりに高く、いずれ緊縮財政を迫られるのは明らかです。あんまり大々的には取り上げないんですけどね。これですね。流してることは流してるんですよね。やることはやるんですよね。日本がで、ポール・クルーグマンっていうのは多分新自由主義者ではないと思うんですよね。ケインジアンっていう話ですよね。そうですね。ケインジャンですね。で、確かにポール・クルーグマンも財政出せとは言ってますけど、はい。聞かなきゃ聞かないんだとは一言も言ってないですね。言ってないです世ね。界経済についてどう見てもなんか期待が大切だとかね。言ってますよね。どっから言ってたかな、国内で誰が言ってたっけな、それ。政派の人たちが言ってたような気がするんだけど。ね円安のえ。テーマになると本当に困ったもんですよね。もう金融政策なんかいくらやってもそんな期待だとかそんなもんでは動かないんだと。円安を許容せざるヨーロッパ中央あったんですかそれ。日本に経済制裁を科すわけではありません。アメリカも金融緩和でドル安を導いたと批判これをもう一度最初から流した後、もう一つの方も流しましょうか。もう一つの方ですか。あれの方も。やっぱクルーグマンは、ね、公共事業しようと言ってるぞっていう多分根拠になってる話。ああっちの方も流しましょうかね。探さないといけないですね。じゃあもう一回流します。まずはこの動画を最初から流します。the broad outline looks right. The idea that Japan should have a short-term fiscal stimulus to get the economy moving, coupled with a change in monetary policy designed to accommodate that fiscal stimulus, translated into a higher rate of inflation, to a positive inflation of a couple of percent at least a year, and thereby sustain the effect. That's pretty much what the doctor ordered, I guess I would say. I think the main thing is 発信されたメッセージが何よりも重要です。日銀はこれまで何度も景気が上向きかけたところで金融緩和の姿勢をやめましたが、市場は今度こそ途中でやめないというメッセージとして受け取りました。日銀が将来日本の景気が上向き始めた時、緩和姿勢を維持して景気を後押しするだろうという見通しこそ大事なのです。
前枠を見た一方はお方気づきだと財思いますけど、政支出についてあれ、はケインズの書いた本に書いてあることとすごく似たことを言ってる気が日するん本のです債務残高は似てますあまりねに高く、ケインズも、ね、いずれ緊縮企業が財政を交渉する迫らときってれるのは期待が大切なんだ。将来見通しただによって、消費者物価指期数待によって交渉するんだって、確かケインズも言ってたんですよね。似てますね。日本がデフまあニューケインジアンですからね。この人ニューケインジアンなんですか？ニューケインジアンらしいです。ニューケインジアンって何ですか？ニューがつくと新自由主義じゃないですか？いや4年後にもう一度わかんないですね。おかしいんですよね。世ニューケイ界経済についてンジアンも議論するこの期待が大切なんだとか将来予想がどうとか、中央銀行総裁ケインズの本を読んでもこう書いてあるんモですよ。スクワで始まります書いてあるんですね。円安がテーマになるとまさかそんなことはと思うんだったら、ちょっとね、後でまたケインズに何で書いてあるのか、一番有名なケインズの本に何で書いてあるのかっていうのをちょっと補足しますね。はい。ヨーロッパ中央銀行もう一つのこと用意できました。もう一つの用意できましたよ。日本に経済制裁を出すわけではありません。あとは財政がアどうのこうのメリカも金融緩和でドル安を導いたと批判されてきたので何も言わないでしょう。オールドケインジアンとニューケインジアンの違いっていうのは、要するに将来予想とか、政府の方針が長期的にどういう変化を与えるかっていうことに対して見解が違ったりするんですね。あとは、あとは政府の市場への介入の度合い。政府が裁量的に何かをするっていう時にどういうスタンスでやった方がいいのかっていうので見解が分かれてるんですね。なるほど。そういうの、でもそういうところまでまだ行かなくてもいい多分ですよ言ってもね。わかんないですよね。私もわかりません。Paul Krugman, winner of the 2008だから Nobel 裁 Prize 量 for を大きく Economics, 言 is うの with us. がオー Welcome. ルドケインジアンで、 You, まあ、介 there's 入は lots to talk ある about. とするんだけれど Paul, も、はい。できるだけ市場のその自然な自律性を後押しするような形でやった方がいいんじゃないぐらいがニューケインジアンですね。ああ、なるほど。だからちょっと新古典派寄りになっちゃうんで、ニューケインジアンの提言もこれは新自由主義だって言われちゃう。裁量の度合いの差っていうところですかね、ケインジアンとだからニューケインジアンが出てきた背景には、オールドケインジアンの立てたような政策っていうのが一度行き詰まって、新古典派が盛り返してきて、で、その新古典派の方で出てきた理論っていうのを、はい、ある程度吸収してまた組み直したニューケインジアンなんで。一度、まあ、レーガン、サッチャー頃に、ケインズ政策っていうのはもう時代遅れだってことになったんですよね。それで、盛り返してきて、どういうふうにやったらいいのか、そこで合理的期待形成だとか、将来にわたってどういうスタンスでやるかっていうのが重要だっていう話を古典派の方で出してきて、それを吸収する形で、じゃあね、ケインズ理論でもこういうことできるよっていうので、でそれと合わさる形で出てきたのがニューケインジアンなんですね。いや、ちょっと動画いきます。Speak to the dedication. I mean, you think that American policymakers have failed the unemployed and have failed the economy. Yeah, we have. There's enormous human damage being done to this economy, and it's all unnecessary. We have the knowledge, we have the tools. If we could get our politicians to move and do the right thing, we could be out of this very fast. Okay, the right thing is? Right thing is actually to spend more. Right now, we have a long-term budget problem, but now is not the time to be slashing. Now is not the time to be laying off school teachers. Now is the time to be doing public works, to be rehiring those school teachers to get this economy moving again. And the alternative is austerity, saying we have to attack the debt first, the debt and the deficit. And you are now arguing that if you look at what's happened in Europe, they have tried that, and it has failed and made things worse. Yes, you look at the European countries that have done the austerity. They have mass unemployment, 25% now in Spain, and they're not even making much progress on the deficit because the economy shrinks, revenues shrink, the long-term growth prospects fall off. So no, austerity later, austerity when the economy is recovered, but not now. But you also say, Paul, that we've been here before. In your book, you talk about what happened back in the 1930s. We've been here before. And why aren't we taking the lessons from that? There's a lot of things going on here. There's ideology, there's interest groups, there's people who are afraid that if you say the government can do anything good ever, then it will take over the world. But that's the point we need to say. Look, all the arguments people make about why we can't have a recovery now are the same arguments people were making in the 30s. And then we started spending to get ready for World War II.
and all of a sudden the depression was over. And we could do that again. We could do it on a moment's notice. But here's the other point you make. Ben Bernanke is the man who understood the depression, who understood what happened to Japan, and he's now in charge of the Fed, and he's a fellow former professor at Princeton, and you're now saying what? That he's wrong? Well, it's funny thing is I can quote Ben Bernanke as a professor about what the Japanese should have been doing when they did a dress rehearsal for our crisis, and it applies perfectly to Ben Bernanke right now. Now, I think there's some mixture. He's under political pressure from the right. He's probably been somewhat taken over. I thought the Fed was immune from political pressure. Right, yeah, sure. But I'll say a little bit he's been... サバさんが、日本とは違う、インフレ圧力のある怠け者のアングロサクソンの国家と日本を一緒にすんじゃねえよって。アングロサクソンの国が日本と一緒のことをやれって言ってますよ。で、次行きます。Assimilated by the Borg, that is, the Fed, the Borg, as in Star Trek, the Fed has an institutional culture that makes it reluctant to be adventurous, but he needs to remember. So what would you want the Fed to do now? First of all, more of the stuff that is done, some of, but not enough of the quantitative easing. But it also needs to say, look, we're not that concerned about inflation. If you tell us, 5%, 6% is a problem, but 3%, 4% is not, and we're willing, in fact, would like to see a little bit of inflation to get this economy moving, change the expectations, help us along in getting out of this slump. But you say that it could take 7 years if we keep going the way we're going. That's right. And if we follow your advice, it would take... そうですね。財政は否定してないですよね。で、公的雇用を増やせばいいんじゃないって言ってるのは、リフレ派だと田中秀富先生ですね。そうですね。そう、私今日のラッキーアイテムはサバの味噌煮だったんですよね。サバの味噌なんて腐ってんじゃないですかね。サバの脳みそはダメでしょうけどね。So why aren't people listening to you, Paul Krugman? I love that President Obama and Rolling Stone. Did you happen to see that he called you one of the smartest economic reporters? Did you see that? Yeah, I'm sorry to say one of. Anyway, but look, there's a lot of prejudices to overcome. And Obama is a smart guy, and I think I actually know that a lot of people around him actually share my views, not perhaps 100%, but they face political opposition, but also they face a lack of boldness, a lack of audacity, you might say. And what we really need here is we need that audacity. Well, then who's failing there? If a lot of people around the president share your views, then who doesn't share your views around the president, who has more influence than you or the people around him who agree with you? Well, I think his political team actually let him down. They kept on talking about what you think the political team is deciding economic policy for the president? Of course. They're certainly putting limits on what can be done. Look, last fall, the political team apparently was very dubious. He announced a policy that wasn't as bold as what I want, but bolder than people expected. The political team was very dubious. They saw people get nervous because there's too much money. And it turned out it was a political winner. So I think the political team has been wrong on this. Do you believe Romney has a better idea? No. I mean, what Romney is saying, let's do exactly what we did under the Bush administration, and this time hope for different results. He's saying let's do exactly what they're doing in Ireland, which has led to 15% unemployment. はい。クルーグマンは明確に否定してますよね。そうですね。新自由主義者なんですかね、ポール・クルーグマンってね。かもしれない。多分違うと思うんですよね。そうなんですかね。もうちょっと偉い先生に聞いてみないと分かんないですね。30% youth unemployment, and that'll lead to great results here. ちなみ Now, に Romney クルーグマ is ンが言ってることっていうのは、いや、アメリカって要はインフレ率って今 2% にもターゲティングできてるんですよね。そうですね。はい。はい。2% のターゲティングは達成してるんだけれども、それでもまだ不況が治らないんですよね。はいはい。ここがちょっとね、厄介なところなんですけど、はい、不況とインフレデフレっていうのは必ずしもイコールじゃないんですよ。公共期、ね、インフレ下でも不況はあり得るし、デフレ下でも公共状態っていうのはあり得るわけですね。そうですね。はい、で、今、アメリカで問題になっているのは、インフレ率 2% 達成してるんだけれども、はい、不況はまだ治らないと。じゃあ、今の不況をどうするため、なんとかするためにはどうすればいいのかっていうと、今需要が足りないんだったら、まあ、財政出動もいいだろう。で、財政だけじゃなく、金融政策に関してももっと高めのインフレ率を容認すればもっと需要が起こりますよ。だからこれ両方やればいいでしょ。っていうのが来るんですね。そうですね。だから別に量的緩和が効かないんじゃなくて、はい、今の政策スタンスだと回復まで時間がかかるし、不十分だって言ってるんですよね。
だからもうちょっと高めのインフレ率を容認しろと。それでも不十分なら、もう財政も出せっていう。別に、金融政策なんか効かないんだから財政だって言ってるわけじゃないし、公共事業だけを言ってるわけじゃないんで。まあ、関サバ